なぜイスラエルは戦いをやめないのか。なぜこの小さな国は常に戦火の中にあるのか。それは単なる領土争いではありません。数千年にわたる放浪と迫害の歴史、宗教の聖地をめぐる深い対立と、そして民族の存亡をかけた戦いがその背景にあるのです。今回はイスラエルが戦いをやめない理由を歴史の流れを追いながら解き明かしていきます。イスラエルの歴史を語るには、なぜ現在の地に建国されたのかを理解しなければなりません。古代ユダヤ人はエルサレムを中心とするイスラエル王国を築きました。しかし紀元前にバビロニアやローマ帝国に征服され、彼らはふるさとを追われます。2000年にわたりユダヤ人はヨーロッパや中東で暮らし続けましたが、彼らの心には常に約束の地への帰還という思いがありました。旧約聖書には、神がユダヤのためにカナンの地を与えたと記されています。そのカナンこそ現在のパレスティナなのです。19世紀後半、ヨーロッパでは反ユダヤ主義が激化していました。特にロシア帝国や東ヨーロッパでユダヤ人の虐殺、ポグロムが頻発。フランスではドレフス事件という冤罪事件が起こり、国家ぐるみの反ユダヤ感情があらわになりました。この絶望的な状況の中で、ユダヤ人の一部が自分たちの国を作らねば生き延びられないと決意します。これがシオニズム運動です。シオニズムとは、シオン、つまりエルサレムの丘を意味し、ユダヤ人の民族的帰還を目指す思想でした。ではなぜ彼らはアメリカやヨーロッパではなく、あえて荒れ果てた土地パレスチナを選んだのでしょうか。理由は3つあります。第一に宗教的な理由です。ユダヤ人にとってパレスチナは神に約束された地であり、単なる土地ではありません。歴史の中で何度追われたとしても、この地は信仰の中心であり続けました。第二に歴史的な理由です。ユダヤ人はどこへ行っても異邦人とみなされ、迫害を受けてきました。しかしパレスチナは古代から自分たちが暮らしていた土地、ここなら異邦人ではなく主人として生きられるという思いがありました。第3に政治的な理由です。19世紀末、多民族国家のオスマン帝国はすでに衰退期にあり、中東の秩序は不安定化の兆しを見せていました。大国間の思惑が絡む中で、イギリスがユダヤ人にパレスチナでの国家建設を支援すると約束したのです。1917年のバルフォア宣言はその象徴でした。こうしてユダヤ人たちは荒れ地だったパレスチナに移住を始めます。湿地を干拓し、砂漠に水を引き、村や農地を築きました。しかしすでにそこには何世代も暮らしてきたアラブ人であるパレスチナ人がいました。ユダヤ人の入植が進むほど、土地を失うアラブの怒りは膨らんでいきました。これが建国前から続く対立の始まりだったのです。そもそもなぜユダヤ人は歴史的にこれほど迫害されてきたのでしょうか。理由は大きく3つあります。第一に宗教的理由。ユダヤ人は唯一神を信じる民族でしたが、キリスト教の世界ではイエスを処刑した民族という誤解を受け、中世ヨーロッパで差別の対象となりました。第2に経済的理由。土地を所有できなかったユダヤ人は商業や金融に従事しました。これが金貸しとか搾取者というイメージを生み、経済危機や疫病が起こるたびにスケープゴートとして責任を押し付けられました。第3に民族的理由。どの国に住んでもユダヤ人は独自の文化と宗教を守り、同化しませんでした。その姿が異質な存在と見られ、排斥を招いたのです。この偏見と憎悪の積み重ねが20世紀のホロコーストへとつながります。この世紀の悲劇的事件では、
ナチスドイツによって600万人ものユダヤ人が命を奪われました。この事件が引き金となり、ユダヤ人にもはや自分たちの国がなければ再び滅ぼされるという確信を与えました。こうしてイスラエル建国は民族の生存をかけた必然となったのです。1948年、国連の分割案を受け入れたユダヤ人はイスラエルの建国を宣言します。しかし、アラブ諸国はこれを拒絶。翌日には周辺国が一斉に侵攻し、第一次中東戦争が始まりました。イスラエルは劣勢を跳ね返して独立を守り抜きますが、70万人以上のパレスチナ人が故郷を追われ、難民となりました。その後も戦争は繰り返されます。1956年のスエズ戦争、1967年の第三次中東戦争、いわゆる6日戦争。イスラエルはわずか6日で圧勝し、ヨルダン川西岸やガザ地区を占領しました。1973年の第4次中東戦争、エジプトとシリアが奇襲を仕掛け、激しい戦闘が展開されました。戦争のたびに領土は変わり、パレスチナ難民は増加。怒りと憎しみは世代を超えて引き継がれ、終わりのない争いの土壌が作られていったのです。なぜイスラエルの戦いは止まらないのでしょうか。第一に、安全保障。イスラエルは周囲を敵に囲まれ、建国以来国が消される恐怖にさらされてきました。そのため軍事力を強化し、攻撃される前に叩くという姿勢を取らざるを得ません。第2に、宗教。エルサレムはユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地です。特に神殿の丘をめぐる問題は誰も譲歩できません。第3に、民族の記憶。ユダヤ人は二度と迫害されないために国を守ると誓い、パレスチナ人は奪われた故郷を取り戻すと叫びます。両者のアイデンティティが真っ向から衝突しているのです。第4に、国際政治。アメリカはイスラエルを支援し、イランや一部のアラブ諸国はパレスチナを後押しします。冷戦期の代理戦争の構図が現在も色濃く残っているのです。そして今日の紛争の中心にあるのがイスラエルとハマスの対立です。ハマスはガザ地区を拠点とするイスラム組織で、イスラエルの存在そのものを認めず、武力による解放を掲げています。イスラエルにとってハマスはロケット攻撃や自爆テロを繰り返すテロ組織であり、国家の安全を脅かす直接の脅威です。一方でパレスチナの一部住民にとってハマスは抵抗の象徴でもあり、イスラエルに対抗できる唯一の力として支持されています。この構図が和平交渉を困難にし、武力衝突の連鎖を断ち切れない最大の要因となっているのです。イスラエルにとってハマスを完全に排除しなければ国民の安全は守れない。しかしハマスを叩けば叩くほど憎しみは増し、次の世代の戦士を生み出してしまう。まさに終わりの見えないこの悪循環がガザで今も続いているのです。イスラエルとハマスの戦いは冷戦後の中東情勢の中で本格化しました。1987年、パレスチナ人の大規模な蜂起が起きます。同じ時期に誕生したのがイスラム原理主義組織ハマスでした。ハマスはイスラエルの存在を認めないという綱領を掲げ、武力による抵抗を正当化しました。2006年、パレスチナ自治区で行われた選挙でハマスは多数を獲得。翌年、ガザ地区を完全に掌握しました。以来、ガザはハマスの支配下となり、イスラエルと直接対峙する最前線となったのです。2008年、イスラエルはガザからのロケット攻撃に対抗して大規模な軍事作戦を開始。これが
ガザ戦争と呼ばれる最初の衝突でした。以降、2012年、2014年、2021年と大規模な戦闘が繰り返されています。ハマスは自作のロケット弾を数千発規模で撃ち込み、イスラエルは空爆や地上侵攻で応戦しました。結果として犠牲になるのは武装勢力だけでなく、ガザに暮らす多くの市民たちです。そして2023年、ハマスはかつてない大規模な攻撃を仕掛け、イスラエル南部の町を襲撃しました。これに対しイスラエルは大規模な報復作戦を展開。ガザは壊滅的な被害を受け、国際社会を巻き込む深刻な事態へと発展しました。イスラエルにとってハマスは存在そのものが国家を消滅させる脅威です。だからこそ、どれだけ国際的な批判を受けようとも戦いをやめることはできません。一方で、ハマスは貧困と絶望にあえぐパレスティナ人の怒りを背景に支持を広げています。イスラエルの攻撃が強まるほど新たな戦士が生まれ、抵抗は次の世代に引き継がれるのです。こうしてイスラエルとハマスの戦いはまさに出口のない迷宮となっています。和平の道は見えず、戦火の中で育つ子どもたちがまた次の戦士となる。これこそが現代においてイスラエルが戦いをやめられない最大の理由の一つなのです。ここまで見てきたように、イスラエルとパレスチナの対立は単なる宗教戦争でもなければ一時的な政治問題でもありません。ではなぜ和平はこれほどまでに難しいのでしょうか。第一に領土問題があります。イスラエルは1967年の6日戦争でヨルダン川西岸やガザ地区を占領しました。その後、一部は返還されましたが、ユダヤ人入植地が今も拡大し続けています。パレスチナ側は自分たちの土地を奪われ続けていると感じ、和平交渉の大きな障害となっているのです。第2にエルサレム問題です。イスラエルは首都と主張し、パレスチナもまた東エルサレムを将来の首都にと望んでいます。この衝突する主張はどちらも譲ることができないものです。第3に難民問題があります。1948年の第一次中東戦争以降、数十万人のパレスチナ人が難民となり、その子孫は今や数百万人に上ります。彼らの帰還をどう扱うかは未だに解決できていません。さらに国内政治の事情もあります。イスラエルの政権は右派が強く、強硬姿勢を取らなければ国内の支持を失う恐れがあります。一方のパレスチナはガザのハマスと西岸の自治政府が分裂し、統一的な交渉主体を持てません。そして国際社会の思惑もあります。アメリカはイスラエル寄りの立場を崩さず、イランや一部のアラブ諸国はパレスチナを支援します。大国や地域勢力の代理戦争の性格もこの紛争をさらに複雑化させています。このように土地、宗教、難民、政治、国際関係が絡み合い、誰も譲ることができない状態。それが和平の道を遠ざけ、イスラエルが戦いをやめられない、そしてパレスチナも抵抗を続ける最大の理由なのです。イスラエルが戦いをやめない理由、それは民族の歴史的記憶と現在の安全保障、そして国際政治が複雑に絡み合った結果です。ユダヤ人にとってイスラエルは迫害から守る最後の砦であり、譲れない祖国です。一方、パレスチナ人にとっては奪われた故郷であり、抵抗をやめるわけにはいかない象徴でもあります。互いの存在を認められないまま暴力の連鎖は続き、和解の道は遠のいていく。平和は遠い夢のように見えるかもしれません。しかし過去にエジプトとイスラエルが和平を結んだように不可能ではありません。両者が互いの生存の不安を理解し合うとき、初めて和解の道が開けるのかもしれません。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回も歴史の旅に一緒に出かけましょう。